今回は言葉がありません。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ベビーメタルシャイン、こちらのライブ映像を見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム、先日スターライトの方もですね公開しました。まだ見てない方はですね概要欄に URL ありますのでぜひチェックしてみてください。そしてこれまで10本以上ベビーメタルの歌声分析動画公開してきました。それらをまとめた再生リスト、こちらも概要欄に URL 貼っておきますね。さあ今回のシャインなんですけど、めちゃくちゃかっこいい。そしてスーメタルさんの歌声がですね異次元級でした。ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速ベビーメタルシャイン歌声分析 GO！ うわかっこいいやばいですね。この幻想的な雰囲気の中激しく踊るお二人がですねものすごく素敵ですね。うわーすごい。パフォーマンスものすごく迫力があって歌声分析じゃなかったら見とれちゃいますね。うわーすごいですよね。このバックの映像がね、あれこのライブの時はユイメタルさんなのかな。まだね顔がはっきり見えないのでユイメタルさんの時代なのかモモメタルさんの時代なのかまだねちょっと判断はできないんですけど、女神降臨。スーメタルさんが登場したっていうことはそろそろ歌い出しかな。綺麗な声。スーメタルさんが歌った瞬間に一気にライブ会場が宇宙空間の空気感が出てますよね。バックの映像が月の映像っていうのもあると思うんですけど、このねスーメタルさんの美しい歌声で一気に会場の空気を変えるっていう、さすがですよね。でこのスーメタルさんの歌声は鼻腔共鳴をメインにしてるんですけど、口の中の口腔共鳴も使った歌声ですね。歌声のこのきらびやかな成分を鼻の鼻腔共鳴で作って、言葉の輪郭のクリアな感じを口の口腔共鳴で作ってるような感じですね。で今回のシャインはですね8分の12拍子っていうリズムの楽曲です。ワンツースリー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 みたいな。で曲のアクセントがですねワンツースリーワンツースリーワンツースリーのこのワンのところに来るんですよね。そこに対してですねしっかりとスーメタルさんも声のですねアクセント、強い音を置くことによってゆったりと流れるような雰囲気を作ってるんですよ。もう一回聞いてみましょう。言われてみるとそういう感じに聞こえますよね。タタタタタみたいな。歌声が素晴らしいだけではなくて、こういったリズム知識もですねスーメタルさん素晴らしいんですよね。先が気になりますね。途中での声がキラキラキラっていう風に光り輝いたような雰囲気すらありますよね。ほんと綺麗な歌声で、さっき鼻腔共鳴っていう風に言ったんですけど、鼻よりも上ヘッドボイスっていう音色がですねものすごく多いんですよね。このヘッドボイスっていう音色がですねこのキラキラした成分を作り出しています。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、途中でのところがキラキラってなりましたよね。で冷静に聞いてみるとですねリズムがないじゃないですか、バックのサウンドにね。にもかかわらずものすごく正確なリズムで歌ってますよね。
いやー、ここもね、さすがですよ。僕だったら絶対歌えないですね。うわ、かっこいい。この今リズムが入ってきたじゃないですか、ドラムの音。ドラムが入ってくると、先ほど説明したワンツースリーワンツースリーのこのアクセントの部分がよりかっこよく聞こえますよね。このかっこいい雰囲気をですね、音楽の専門用語ではグルーブって呼ぶんですよ。グルーブって分かりやすく言うと、曲を聴いた時にこの体が自然に動くようなこのノリのことをグルーブとか、このノリが出てることをグルーブしているっていう風に言ったりするんですけど、そのグルーヴ感をですね、めちゃくちゃ感じることができるので、もう一回聞いてみましょう。やば。すごいですよね。で、本当にすごいのが、歌ってる音符がですね、細かくてこのグルーヴ感だったら、ものすごく理解ができるんですけど、スーメタルさんが歌っている一つ一つの音符は大きいんですよ。大きいってどういうことかっていうと、こう伸ばし気味なフレーズっていうかね、これでこのノリが出てるのが本当に信じられないです。的確にアクセントを作って歌っている証拠ですよね。素晴らしい。ほら、ロングトーンメインなのにめちゃくちゃ乗れますよね。いやー、もう本当にね、言葉が出ないっていうのはこういうことですね。素晴らしすぎて。次いきますよ。かっこいい。あ、このコード進行ね、僕の大好きなコード進行ですね。コード進行っていうのは楽曲の音の流れのことをコード進行って言います。もっと詳しく言うとですね、楽曲っていうのはコードって言われるものが並ぶことによって進んでいくんですよ。コードって和音のことね。2つ以上の音を同時に鳴らすものをコードって言うんですけど、これが例えば1番、2番、3番みたいな感じで並んでいくことをコード進行って言います。ものすごく神秘的な雰囲気のするコード進行ですよね。もう一回聞いてみましょう。もう鳥肌がやばいですよ。もう本当にやばい。見えないでしょ、鳥肌。もう本当にね、すごいよ。いやー、エンドレスリピート確定ですね、シャイン。めちゃくちゃかっこいい。この安定感素晴らしいですよね。やっぱり毎回言ってると思うんですけど、歌を歌う上で安定感を高めるためには本当にベーシックな部分、声を出す前のですね、呼吸法、ここが大事になってきます。腹式呼吸っていう呼吸法。息を吸った時にですね、お腹がこう膨らむ呼吸法なんですよね。これが完璧にできないと、声を出す時に腹筋に力を入れることができないんですよね。なので息の吸い方が上達すればするほど歌声って安定してきます。スーメタルさんはですね、ここが神レベルでうまいんですよ、まず。で、しっかりした土台があるからこそ、この神レベルのテクニックがですね、生きてくるっていうところにつながっています。天才ほど基本を怠らないってこういうことですよね。あ、かわいい。モアメタルさんがですね今回はめちゃくちゃ美人ですね。いやー、もう大好きですね。モアメタルさんが映るとリアクション動画になっちゃうっていうね、これが僕のベビーメタルの歌声分析動画の特徴かもしれないです。もう一回見ていいですか？ほら。いやー、妖精っているんですね。めちゃくちゃ可愛いのにめちゃくちゃ綺麗っていうね。素敵すぎますね。で、スーメタルさん、相変わらずやっぱ口をですね、ものすごく大きく動かして歌ってますよね。これが言葉がですね、はっきりと聞き取れる最大の理由かなっていうふうに思います。やっぱ口って大きく開ければ開けるほど、歌を歌う上では良いとされてるんですよね。本当に基礎的なところがもう言うことなしっていうレベルでですね、うまいです。
モアメタルさんにデレデレしていて急に歌声分析っていうね。ブレイクやばいね。ブレイクって無音状態のことをブレイクって言います。無音になる箇所、そこをブレイクって言うんですけど、でバックのサウンドがこう止まった状態でスーメタルさんの素晴らしい歌声がバーンとくるじゃないですか。感動しないわけがないですよね。もう一回今のとこ聞いてみますね。ここかっこいい。でこのかっこよさって無音状態で歌声だけになれば誰でも出るかって言ったらそんなことないんですよ。スーメタルさんの正確無比なリズム感があるからこそこのかっこよさが出るんですよ。ブレイクの中スーメタルさんの声だけになってワンツースリーワンのところでバックのサウンドがバーンって入るじゃないですか。このバーンのところにスーメタルさんの歌声のブレイク後一発目の音のアクセントがちゃんとこううまく乗っているからこそこのかっこよさが出るんですよ。今回はいつも以上に熱弁してますけど、だいたい歌声でかっこいいっていう風に思う箇所はですね、リズムが素晴らしいっていう箇所かと思います。リズムがかっこよくないといくら歌声が良くてもよく聞こえないんですよね。歌声が素晴らしい、そしてリズム感も素晴らしい、この2つをですね持っているスーメタルさんだからこそこの最強にかっこいい雰囲気が出ているんですね。この中高音域ぐらいかな、そんなに高くない音域だと思うんですけど、にもかかわらずこのパワー感すごいですよね。ここのポイントはですね、さっきのキラキラした成分をちょっと落として肺の中のですね胸腔共鳴って言われる声の音圧を作る音色成分をですね歌声にプラスしています。本当にいろんな声をですね表現していますよね。そしてもう一人の方はダンサーさんなのかな。モモメタルさんではないですよね。でユイメタルさんでもないですよね。ダンサーさんか。ってことはこの時代はまだ2人で活動している時代ってことですね。かっこいい。このねバックのギターのテケ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 みたいなこのフレーズがねめちゃくちゃかっこいいですよね。ギターのフレーズは変わっていないんですけど、バックのコード進行がですね変わることによってその同じフレーズなんですけど雰囲気が変わっていくっていうアレンジなんですよこれ。でギターはですねブリッジミュートって言ってここのねここを弦に当てるんですよね。それで弾くんですよ。そうするとちょっと詰まったような感じのかっこいい音色になるんですよね。僕もギターやってたから知ってますよ。次いきますね。うわーすごいやばいねこのハイトーンで、ここミックスボイス使ってないんですよ。ミックスボイスって地声と裏声の中間の声でスーメタルさんがハイトーンを歌う時はほぼミックスボイスを使っていたと思うんですけど、今回はですね先ほど言った胸腔共鳴の音色をキープしたまま地声で歌ってます。チェストボイスっていうんですけど、めちゃくちゃかっこいい声でしたね。もう一回聞いてみましょう。ほらこの力強い声でこのロングトーンね素晴らしすぎますよね。で流し目のモアメタルさんがめちゃくちゃ素敵でしたね。いやー今回も気持ちを大きく揺さぶられてますよ僕は。すごいね。今のところで3人の動きが揃う瞬間また鳥肌。いやーこれは最後まで僕のメンタルは持つのでしょうか。いい意味でね。わあかっこいい。あ変拍子変拍子ですね。変拍子って曲の中で拍が変わることを変拍子って言います。タン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 だったのが
多分8分の9拍子になってんじゃないかなって思うんですよね。それを難しいリズムなんですけど2拍3連って言ってタッ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 タがタッ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 タみたいなこういったリズムになってるからすごく難しいポイントですよね。間違ってたらごめんなさい。ちょっとね音楽理論的にうる覚えだったのでもしね僕より音楽理論詳しい方はですねコメントで教えてくださいね。ああ、なるほどなるほど。また変拍子ですよね。ここで4分の4拍子に変わってるっていう。やばいね。なんかね、昔僕が聴いていたこういう変拍子が大好きなヘビメタバンドかな、ドリームシアターって皆さん知ってますか？こういう変拍子がね、いっぱい出てくる楽曲ばっかり演奏してるバンドなんですけど、なんかドリームシアターっぽい。ドリームシアター知ってる方もですね、ぜひコメントください。次いきますよ。かっこいいね。うわ、やばい。早弾きがやばいですね。早弾きってこう、テレレレレレって弾くテクニックを早弾きって言うんですけど、ヘビメタが大好きな方はですね、この早弾きのギターソロも多分ね、大好きだと思うんですよね。僕めちゃくちゃ練習したんですけど、あんまりうまくできなかったですね。ここでまた変わりましたよね。8分の12拍子タッ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 タになったのかな。もう一回聞いてみましょうか。すごいですね。やっぱり変わってましたね。元の8分の12拍子に。こんなに難しい変拍子をしっかりと歌えるんだったら、スーメタルさんの神レベルのリズム感納得ですね。これリズム勉強しないと多分歌えないです。どうリズム取っていいかわかんないですもん。だってめちゃくちゃ混乱しちゃいます、僕だったら。ここに繋がってくるわけだ。いやー、すごいですね。うん。手繰り寄せてみたいな感じでちょっとクラシックの体の使い方をしてましたよね。これどういう体の使い方かっていうと喉の空間をですね広げるんですよね。あくびの時の喉の状態をコントロールして使うというか、喉を広げることによって口腔共鳴の響きもものすごく響くようになりますし、その響きがですね胸腔にも伝わるので声質が太くなって力強くなるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。僕今ごめんなさい。ほらほらほらって言ったから聞きにくかったかもしれないんですけど、手繰り寄せてみたいな感じになってるポイントでした。やっぱりりょんりょん先生のボイトレやってるっていうことで割とこうクラシックのような声の使い方とかもトレーニングの中に入っていたりするんですよね。僕りょんりょん先生の大ファンですから。よくね動画とかオーディション番組とかでレッスンをしてるシーンとかはですねチェックして僕もね同じトレーニングするようにしてるんですけど、わーすごい。ここの声やばいですね。声がやばいっていうか、歌声にですね、感情を全てこう乗せてるような情熱的な歌声ですよね。テクニックとかそういう次元の歌声ではないというか、もう一回聞いてみましょう。ほら、ほら、すごくないですかこの声。ライブならではなのかなこの感情大爆発の声は。いやー、すごいものを聞いちゃいました。やばここのハイトーン。このハイトーンも地声ですよ。まあ、鼻に送ってる声の量が、まあ、増えましたけど、ミックスボイスは使ってないですね。ミックスボイスを使うと、高い声は綺麗に出るんだけど、パワーっていう点では地声より劣るんですよ。で、口の奥もですね、しっかりと先ほど言ったあくびの時の喉の状態を作ってこの高い声を出してるからこそこのパワフルなハイトーンが生まれてくるんですね。もう一回聞いてみましょう。
やばい。本当にやばい。いや、光の三部作をですね、リクエストしてくださった皆さん、本当ありがとうございます。こんなすごい歌聞いたことがないかもしれないっていう風に思っちゃうぐらい最高にかっこいいですね。うわ、やば。あ、なんだよ。アコギじゃないか。アコースティックなシーンもあるんですね。で、バックの映像の星空、やばくないですか？で、スーメタルさんのこの優しい歌声ね、この雰囲気の変わりようはすごすぎませんか？もう一回ブレイクから聞いてみましょうかね。まあブレイク無音だから聞くっていう言葉はちょっと間違ってるかもしれないんですけど。もう良すぎて笑っちゃいますよね。アコギの演奏をバックに歌うスーメタルさんの歌声、初めて聞いたから感動しちゃいますね。もう10本以上ベビーメタルの歌声分析動画を公開しているんですけど、もう未だにね、発見が多いんですよね。それぐらいスーメタルさんの歌声って底知れぬ感じです。同じ音域でもいろんな声出せるじゃないですか、スーメタルさん。そこが感動しますよね。優しい歌声も出せるし、力強い歌声も出せる。きらびやかな歌声も出せるし、幻想的な歌声も出せる。もう今パッと思いついたのはこのパターンなんですけど、もっともっとね、いろんな声を表現してくれるじゃないですか。最高ですよね。いいね。アコギになったことでなんかカントリーっぽい雰囲気を感じることができて、なんかね、どことなく懐かしい雰囲気というか、そういう気持ちにさせてもらえてものすごく嬉しいですね。もうやばい。もうずるい。かっこよすぎる。ブレイク僕大好きなんですよ。かっこいいじゃないですか、めちゃくちゃ。もう僕がかっこいいって思う要素がですね、全て入ってます、今回の社員は。で、さっきの優しい声のごめんなさいもうね、感動しすぎて、スーメタルさんの歌声について触れられていなかったんですけど、鼻に入れる声の量をですね、増やしてましたね。で、鼻声の音色を足してるっていう鼻の使い方ではなくて、鼻だけで息をするような、そういったイメージの声の入れ方です。なーららーみたいな。僕がやるとね、こんな感じになるんですけど、この声の使い方をするとですね、歌声に息の音を混ぜるウィスパーボイスになりやすいんですよ。うっすらと息の音が入っていて、なおかつ声質が明るいから優しい雰囲気が生まれていたと思うんですけど、鼻がポイントになってましたね。このハモリが入ってくるところが最高ですよね。下ハモリかな。基本的にハモリっていうのは大きく分けると2パターンあって、今回みたいなスーメタルさんのメインメロディーに対して低い音でハモるパターンを下ハモリ。スーメタルさんのメロディーに対して高い音域でハモることを上ハモリって言います。下ハモリのいいところはですね、メインメロディーの存在感を邪魔しないんですよね。そして歌声の雰囲気にですね、力強いような雰囲気を付け足すことができます。で、今ここにね、うっすら映ってるモアメタルさんの表情が素敵すぎますね。次いきますよ。わー、すごい。映像がすごいですね。何かこう光のエネルギーが空に向かってこう放射されてるようなシーンでしょうか。こういう映像も好きなんですよ、僕。なんかアニメでありそうな映像というかね、こうエネルギーが波動になって放出される系のアニメとか大好きです、僕。ドラゴンボールとかね。この低い音域なのに声の存在感がものすごく大きいっていうところも素晴らしいポイントですよね。で、低い音域ほど鼻に声を入れるんですよね。ラーラーラーみたいな。
そうすると声の輪郭がクリアになるんです。鼻に入れないとラーラーラー一気にもわっとしてこもっちゃいますよね。こういった音域によって的確にですね、ファンの皆さんに一番聞きやすいで、一番そのポイントで魅力が発揮される歌声をチョイスして歌ってるスーメタルさん、やばすぎますね。ほら届けで一気に声量をこうグワッと上げていったこのクレッシェンドね、やばくないですか？でここもしっかりと喉の奥を開いて、でこの曲の中で一番息の量を使った歌声だと思います。体を響かせた力強い歌声と息をたくさん使った力強い歌声っていうのは雰囲気がやっぱり変わってくるんですよね。一発で強い声だっていう風に理解ができるのは、今スーメタルさんが使った息の量をいっぱい使った力強い声です。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。めちゃくちゃかっこいいですよね。いやー、本当にもうかっこいいしか言葉が出てこないですよ。いや、毎回毎回ね、歌声分析動画を公開すると、特にオーディオの時の歌声分析動画を公開すると、ベビーメタルはライブですよっていうコメントがね、いっぱい来んの。だからライブ映像がある曲はですね、ライブ映像を見て歌声分析をね、するんですけど、毎回ね、皆さんのベビーメタルはライブだよっていう言葉をですね、ものすごく納得しながら撮影ができて、僕はね、嬉しいですね。だったらライブ映像だけやればいいじゃんっていうふうに言われるかもしれないんですけど、今映ってるこうやってる方はダンサーさんではないのかな。どうなんだろう、今になって気になってきました。フューチャリング的な方、ごめんなさいね、僕知識が少なすぎて。ぜひねコメントで教えてください。ダンサーさんとか言ってものすごく失礼なこと言ったかもしれないっていうふうにね、ちょっとなんか思っちゃって。これが続く感じなのかな。でそろそろ歌が終わってテゲ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 のアウトロみたいな感じの流れなのかな。ああ、そういうことね。この高い音域でのロングトーンが来ると曲の終わりっていう雰囲気がね、ものすごく出てきますよね。いや、映像にもかかわらずものすごいこの力強いスーメタルさんの歌声にですね、圧倒されますよね。あ、すごくいいね。すごくいいね。テゲ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 ってこうフェードアウトしていくのかなって思ってたんですよ。アコースティックになるっていうね。で映像もこれはあれか、月食なのかな。ちょっと見ていきましょうか。そう、このコーラスもいいんだよね。ほら、すごい分厚いコーラス。三声コーラスかな。ここがですね、先ほど説明したメインメロディー、要は一番こう聞こえるパートに対して上と下でハモってるんですよね。上ハモリと下ハモリでメインを入れて3つのパートで構成されているから三声コーラスとか三声ハーモニーとか言ったりします。あ、やっぱりほらほらほら、やっぱりほら、月食になるこう今ね、こう太陽がこういてなんか僕から見た映像なんですけど、で月がねこうブーってでこう多分ね最後重なるんだと思うよこれ。ほら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 重なっちゃったよ重なっちゃったよっていうなんか言い方もごめんなさい、ちょっと良くなかったですね。でこのまま終わんのかな。動画の時間もね、あとでもまだ40秒ぐらいある。何かが待ってるかな。これすごいね、どうやって映像作ってんだろう、気になりますね。
まあ映像だからあれか。そっか。ものがねそこにあるわけじゃないから映像だからいいのか。おー、拍手が素晴らしいですね。いやー、ものすごかったですね。以上、ベビーメタルシャイン歌声分析はここで終了です。やっぱりベビーメタルはライブですよね。あたかもね、自分から言ったような感じで喋りましたけど、本当にすごかったですね。そしてこの地声をメインで使っているスーメタルさんの声がですね、パワフルすぎて、もう本当に終始圧倒されました。で、抑えるところはぐっと抑えて、このね音量のダイナミクスがですね引き込まれる理由の一つかなっていうふうに思います。ダイナミクスって音量差のことね。本当にですねもう素敵すぎましたね。そして相変わらずモアメタルさんはですね可愛くて綺麗で最高ですよね。これからもベビーメタル全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではボイストレーナーの鶴さんでした。